皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日も元気でしょうか？私は元気です。今日はですね、私の好きなドラマを4つご紹介しようと思います。はい。というのも、日本語のね、勉強している生徒さんから、おすすめのドラマありますかって聞かれることがありまして。で、私、実を言うとあんまりドラマ見るタイプではないんですよ。そもそもテレビ見る時間もかなり減ったので、最近のドラマ、何があるかなって考えることがありまして。で、最近のドラマではないんですけど、あのドラマ面白かったな、また見たいなと思えるようなドラマをちょっとピックアップしましたので、皆さんにもシェアしたいと思います。で、この4つ、日本のネットフリックスで見れるものです。海外ではどうかちょっとわからない、そこまで調べてないんですけど、何かしらの方法でもし気になったら見てみてください。はい。で、ご紹介する前に私が好きなドラマのジャンルはヒューマンドラマ系です。はい。日常生活、日常系というかな、そういったドラマが好きです。昔はなんというか恋愛系のドラマとかもよく見てたんですけどね、イケメンが出てくる、イケメン俳優さんが出てくるような恋愛ドラマ見て、かっこいいみたいな、キュンキュン、こんな恋愛したいみたいなのも見てたんですが、最近そういったものにはめっきり興味がなくなって、なんだろうね、大きなドラマチックなことってないんだけど、こんな悩みあるよねとか、こんな面白いこと日常生活で起こるよねみたいなこと、クスッと笑えるようなものがあるドラマが好きです。なので人によってはストーリーにそんな大きなドラマがないのでつまんないなって思うかもしれないんですけどそういった日常系のドラマこそに日常生活でよく使う本当に自然な日本語をよく聞けると思いますので、皆さんの日本語のリスニング練習にもぴったりなんじゃないかなと思います。はい。ではまず一つ目からいきましょうか。一つ目がカルテットです。カタカナでカルテット。はい。これはもう結構前のドラマですね。2017年のドラマです。私が大好きな俳優さんしかいないです。本当に。もう演技派、演技が上手な人、演技派俳優さんと言いますけど、もう演技派と呼ばれる俳優さんが揃っています。はい。で、あらすじを読みますと、東京のカラオケボックスで偶然出会ったマキマキ、西部木すずめ、家森豊、別府司、はい、この4人が主人公ですね。はい、演奏者である4人は弦楽四重奏カルテットを結成し、軽井沢の別荘を拠点にして活動を始めるというのが本当に簡単なあらすじなんですけど、この4人が繰り広げる日常の話かつちょっとロマンチック、そしてサスペンスもある感じです。大きなサスペンスかというとそれほどでもないんですが、ちょっとミステリアスな部分もあったりで、4人の掛け合いがすごく面白かったりします。掛け合いっていうのは4人の会話ですね。それがすっごく面白い。もうこの4人のキャラクターがね、何とも言えなくて、みんなもうある程度年を取った30代何歳ぐらいなんだろうな、設定は30代半ばぐらいのイメージですかね。結婚してる人もいれば今恋愛してる人もいれば、家庭環境に問題がある人もいればみたいな、いろいろみんな
こう自分のプライベートに問題があったり悩みがあったりっていうのが繰り広げられるそういった悩みを持っている4人の話です。本当にキャラクターが面白くて、軽井沢で繰り広げられるお話なんですけど、軽井沢も本当に美しいところで、見てるだけでなんか癒されるようなシーンもたくさんあります。はい。で、さっき言ったカルテット4人とも楽器を演奏する演奏者なので、そういった音楽も、はい、ちょこちょこっと含まれています。ぜひぜひ見てみてください。で、この監督が私好きで、坂本雄二監督という監督なんですけど、この人が作るドラマや映画ってなんか今生きてるこの社会にこの人たち本当にいるんじゃないかなって思わせるようなキャラクターばっかりなんですよ。そういう話なんですよ。そういうところがなんかこうワクワクするところですね。はい。で、坂本雄二監督が作ったドラマでもう一つ好きなのが大豆田十和子と3人の元夫。はい、長いですね。大豆田十和子と3人の元夫。大豆田十和子っていうのがヒロインであり主人公の女性なんですけど、それと3人の元夫ですから、はい、3回離婚してるんですね。あらすじを読んでみますと、バツさんの十和子は最初の夫との間に生まれた娘の歌と暮らしている。ある日、十和子は亡き母のパソコンにパスワードが設定されていることに気づくというところから始まる話です。最初に言ったバツさん、これいい日本語ではないなと思うんですけど、はい、離婚するとバツイチ、バツって何かテストで間違えた時に日本ではバツ X みたいなクロスを書くんですよね。ダメみたいな意味があるんですけど、だから離婚したことをバツイチって言ってるね。バツじゃないんだけどね。はい。離婚することが悪いとは一概に言えないですからね。なんですけど、日本ではバツ1、2回離婚するとバツ2、3回離婚したらバツ3っていう言い方をします。はい、そうなんですよ。この大豆田十和子はごめんなさい。3回結婚して3回離婚したんですね。その夫が3人出てきます。このね、夫のキャラも本当に面白くていいんですよね。それぞれ違ったところ、なんかちょっとクールな冷めたおしゃれな夫が出てきたり、すっごく一生懸命なんだけど空回りしちゃう元夫が出てきたり、なんかこう可愛い子犬系の元夫が出てきたりで、なんかそれぞれまたよりを戻そうとしたりとか、なんじゃらかんじゃら元夫同士でなんか喧嘩し始めたりとか、それにもう主人公の大豆田十和子は振り回されるみたいなね話です。はい、このね主人公大豆田十和子を演じてる松たか子さん、私大好きな俳優さんなんですけど、さっきのカルテットにも出てくる人ですし、あと元夫役の、松田龍平さん、はい、この人も好きですね。この人もさっきのカルテットにも出てきます。はい、これも面白い、ふふふって笑えるところがいっぱい出てきます。はい。で、どんどんいきますと、3つ目がブラッシュアップライフ。カタカナでブラッシュアップライフ。これ2023年のドラマで、監督はバカリズムという、監督じゃないか、脚本を作ってるのがバカリズムという、この人は芸人です。お笑い芸人。コメディアンですね。なんですけど、ドラマの脚本を書く仕事もしてるんですよ。はい。で、あらすじを読みますと、交通事故で死亡した女性は
死後の世界に送られるが、生前の人生を最初からやり直すチャンスをつかみ取る。来世のために徳を積むべく、彼女の2周目の人生が幕を開ける。はい。ブラッシュアップライフというタイトルの通り、はい、一回死んじゃうんですけど、もう一回人生やり直せるよっていうチャンスをもらって、ブラッシュアップ、前の人生よりももっといい人生にしようとするために、はい、徳を積むでの、いいことをする人のために何かをするとかね、そういったことをするっていう話です。はい。結構これは日常の話なんですけど、死んでまた人生をやり直すというのは日常的現実的ではないんですけど、ただなんだろうな、深い友情関係の話があったり、仕事についてのなんか人生観とか仕事観みたいなところもあったり、これも面白いですね。私はポロッと泣いちゃうシーンもありました。このね、主人公の安藤サクラさんっていう人も本当にいい役者さんなんですよ。他の人もめっちゃくちゃいいんですけど、面白いですね。で、私黒木華さんっていう俳優さん、役者さんも好きなんですけど、この人が出てくるシーンがめちゃくちゃ面白かったのを覚えてます。はい。ぜひぜひ見てください。で、さっき脚本を書いたバカリズムさんがまた作った他のドラマで面白かったのが、架空 OL 日記。架空 OL 日記。これ2017年、結構前になりますね。はい。あらすじは、芸人バカリズムが架空の設定で綴った話題のブログを映像化。銀行で一般職 OL として働く女性をバカリズムが演じ、そのリアルな日常を描き出す。あ、これ知らなかった。最初、もともとはバカリズムさんがブログで書いてた架空の設定っていうのは嘘の設定ですね。こうイマジネーションの世界の設定で書いたブログをドラマにした。そういうスタートだったんですね。知らなかった。そうで、これ面白いのが、その脚本書いてるバカリズムさんが主人公として演じてるんですよ。でしかもなぜか女性役を演じて、男性なんですよ、バカリズムさんね。なんですけどドラマの中では女性を演じてるっていう、それがまた面白いんですけど、設定自体はね、架空の設定ですから、嘘なんだけども、なんかありそうなんですよね。話はこう銀行のこう受付とかで働いている女性5人の話で、こう制服に着替える場所、更衣室と言いますけど、その更衣室でね、なんか仕事の愚痴とか上司の愚痴とかをぐだぐだ喋ったりとか、なんか本当に日常生活で女性同士で喋ってるような会話を盗み聞きできるような感覚になれるドラマです。これこそ本当にドラマはないんですけど、掛け合いがやっぱり面白いんですよね。でね、この5人のキャラが本当に面白くて、なんかサバサバした女子もいれば、美容に気を使ってる女子もいれば、なんか若い女子もいれば、ちょっとおつぼねと呼ばれるような何年も銀行で働いてる女性もいればっていうので、いろんなキャラがいて、めちゃくちゃ面白いです。ぜひぜひ見てみてください。はい、今日は4つご紹介しました。まだまだあるんですが、この4つは皆さんの日本語練習にも役立つんじゃないかなと思って
この4つをピックアップしてみました。ぜひもし見たことがあるよとか、これを聞いて見てみたよっていう人がいたら、感想とかコメントで教えてもらえると嬉しいです。はい、でこういうジャンルが好きなんだけど、このジャンルで面白いのありますかみたいな質問もあれば、また私も思い出してみますので、はい、ぜひコメントをお願いします。はい、では今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。